AI の消費電力が課題となる今、配線を光に切り替えることでスイッチの消費電力が最大で半分程度まで下げられるとされています。なぜ距離を短くして光で直接つなぐだけでこれほどまでに効果があるのでしょうか。その理由は DEC2 という光と電気を融合させた新しい設計方式にあります。光電融合。これはこれまでの遠回りの長い経路をやめて計算機のすぐそばに高速道路のような光の通り道を設けるという発想です。例えば 3.2 テラビット毎秒の光エンジンを複数組み合わせることで100テラビット毎秒クラスのスイッチへと発展させる道筋が見えてきます。この仕組みは電力や発熱の壁を乗り越え AI やデータセンターの拡張を支えるキーテクノロジーです。配線の距離が短くなり信号を変換する回数が減るほど無駄なエネルギー消費も減り同じ速度でも必要な電力が少なくなります。これは途中の信号や渋滞を避ける近道を使うことで燃料を節約できるのと同じ理屈ですね。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。データセンターではこれまで前面にプラグ式の光トランシーバーを並べる方式が主流でした。しかし配線距離が長くなるほど信号は弱くなりその分だけ再生回路や変換に多くの電力が必要となります。結果として冷却装置は大型化しラック設計も複雑になり設備更新ごとにコストが膨らみやすい状況になっています。ポートの数や配置にも物理的な制約がつきまといケーブルの取り回しが運用の自由度を狭めてしまいます。今や GPU を1000枚単位で組み合わせる時代ですがこうした遠回りな方式を続ける余裕はあるのでしょうか。そこで注目を集めているのはスイッチのすぐそばに光エンジンを設置する新たな発想です。配線距離を最短にし不要な信号変換を減らせば損失も発熱も大きく抑えられます。電力消費が下がれば同じ消費電力でもより多くの GPU を効率よく動かせそうですね。ただし新しい方式にも量産時のぶどまりやパーツ交換のしやすさといった課題が残ります。それでも AI 学習需要の急増により電力確保や設置工事の期間はすでに無視できない大きなハードルになっています。まさに今こそ基幹配線の仕組みそのものを根本から見直すべきではないでしょうか。電気配線の距離が長いほどドライバーへの負担も増し発熱回避が難しくなります。冷却が追いつかなくなるとせっかくの計算資源を十分に活用できず動かせない時間も増えがちです。保守ごとにケーブル脱着の手間が発生しミスやダウンタイムのリスクも高まります。さらに前面ポートのスペースには限界があり高速通信になるほどケーブルは太く硬くなりやすい傾向があります。その結果空調の風も届きにくくなり機器の一部でホットスポットと呼ばれる熱だまりが生じやすくなるのです。電力料金が高騰する現在このような無駄なロスは企業の収益にも直結する深刻な課題です。あなたならまず電力効率の改善と運用効率どちらに優先して取り組みますか？このような課題に対して実は解決の考え方はとてもシンプルです。遠くで電気に戻すのをやめできるだけ近い場所で光に変えて直接接続するということです。 TEC2 ではスイッチのすぐそばに小型の光エンジンを並べボード同士を光でつなぎます。長い導配線を使わず変換の回数を減らすことで距離によるロスを抑えるのです。電気の流れる距離が短くなるほど無駄に熱として失われる部分は減り同じ通信速度でも必要な電力を大きく減らすことができます。この仕組みで重要なのは光エンジンをどこに配置するかという部分でしょう。
例えばスイッチのすぐそばを取り囲むように 3.2 テラビット毎秒クラスの光エンジンを円状に並べて配置する方法があります。この光エンジンはそれぞれ電気信号を光信号に変換され、直接機器の外へと取り出されます。ボード同士の接続には光ファイバーを使うため、電気のドライバーはそれほど強い出力を必要としません。光の発生源であるレーザーは装置内部で冷却しやすい場所ごとに分散して設置でき、発熱も効率よく分散されます。光はデータを運び、電気は計算や制御を担当。このように役割分担を明確にすることで、冷却や装置の設計も柔軟にできるようになります。その結果、熱が偏りにくくなり、システム設計の自由度が高まるでしょう。従来の方法は前面パネルに多数のプラグ式光モジュールを並べ、長い電気配線を引いて信号を運ぶものでした。しかし信号は途中で再生が必要になり、ドライバーの駆動も強く、消費電力が増えていました。ケーブルが混雑し、空気が循環しにくくなり、保守も大変になります。 DEC2 はこうした遠回りを短縮しました。スイッチ近くで光に変え、短い距離で外へ出し、前面への配線依存を減らすことができます。前面ポート数への依存も軽減でき、冷却効率も良くなり、障害の切り分け作業も簡単になります。このように基本設計を変えるだけで運用負担も軽くできるのです。次のステップとして高パッケージドープキクスという仕組みがあります。これは光エンジンをもっとスイッチチップの近くに置く工夫です。スイッチ本体の端に光結合用の窓という部分を設け、そこから光ファイバーや導火路で直接つなぐのです。この時光エンジン自体をモジュール化して交換可能にしておくと、万が一トラブルが起こった時でもその部分だけ取り外して修理できます。差し替え可能なプラガブルの便利さと、光エンジンをスイッチの近くに配置することで得られる高い効率、その両方を実現する工夫です。この CPO 構成は 51.2TBps クラスから 100TBps クラスの高速スイッチまで同じ考え方で規模を広げることができます。光エンジンの数を増やせば、その分通信できる帯域も増え、スイッチの世代が進化すれば、より大きなメリットも期待できる設計なのです。一度投資すれば、数世代にわたって活用できる資産になるというわけですね。CPO の効果は電力効率にもはっきり現れます。昔ながらの長い配線だと、信号が通るうちに抵抗で無駄な熱が発生しますし、信号を補強する回路も増やす必要がありました。その分発熱が多く、冷却も手間がかかります。一方、光エンジンを近くに配置すれば、配線によるロスが少なくて済み、信号を送るためのドライバーも強くする必要がありません。再生回路も減らせるので、結果として全体の発熱が小さくなります。熱が減れば半導体の動作が安定し、エラーも起きにくくなります。さらに同じスペースにより太いデータの流れを詰め込むことも可能です。このように CPO は電力効率と高密度の両方で大きな効果が期待できるのです。従来方式と新しい近接配置方式の違いを、要点をまとめて整理しましょう。従来はスイッチから前面パネルまで長い距離を電気信号で伝送し、その後に光へ変換していました。この長距離配線の結果、信号を強くするためのドライバーや何度もの再生回路が必要となり、機器内部の発熱や冷却の負担が増加します。また、前面でケーブルが密集して空気の流れが悪くなり、保守作業も煩雑になりがちでした。一方、新しい近接配置方式では、スイッチのすぐそばで電気信号を光に変換し、短い距離だけ外部に信号を出します。これによりドライバー出力や再生回数が抑えられ、発熱や冷却負担が減少します。さらに前面の配線もシンプルになり、風の通り道が確保されて冷却効率が向上し、
保守作業もしやすくなります。信号伝送や冷却設計の考え方そのものを見直した方法なのです。 PC2 の本質は、光は長距離向き、電気は短距離向きという役割分担にあります。近くで電気の伝送を終えて早めに光へ切り替えることで、変換回数や発熱を抑えながら高い帯域を効率よく収容できる。これが新設計の理念です。従来の常識にとらわれず、つなぎ方を工夫することで新たな可能性が広がると言えます。2024年に公開された NTT の技術年次レポートには、 PEC2 が単一の光エンジンにより 3.2 テラビット毎秒でボード間を接続する設計であることが示されています。これまで主流だった長距離の導配線から短距離の光接続へと転換する根拠が具体的になりました。2025年発行の NTT テクニカルレビューでは、 PEC2 を2025年度から展開し、 PEC3 を2028年、 PEC4 を2032年に段階的に導入するロードマップが確認されています。導入する年度が明示されたことで、投資判断のスケジュールも立てやすくなりました。同年にはブロードコムが CPO に対応したイーサネットスイッチであるトマホーク6の出荷を発表しており、近接配置によるエネルギー効率向上が強調されています。さらに事業化の動きとして NTT はブロードコムやアクトンとの協業を進め、2026年末までに次世代サーバスイッチの製品化を目指した報道が複数出ています。各種報道では、データセンターの電力消費を最大 50% 削減する狙いも伝えられています。供給体制においては、新興電気工業が CPO の組み立てや光チップレット実装に関する公開資料を発表し、国内で基盤や実装を担う枠組みも整いつつあります。また、外部資料では CPO による 6.4 テラビット毎秒クラスの光エンジン16個を統合した構成が提案されており、遅延や消費電力の面での利点が示されています。アイオングローバルフォーラムのロードマップにも、省エネと高性能を両立するための全体設計を目指す方針が明記されています。このように利用帯域や粘土、設計や ASIC、筐体や実装といった役割など、具体的な情報が続々と出ている状況です。 PC2 は構想段階を終え、いよいよ量産設計という現実的な課題に進んできたと言えるでしょう。さて、正直なところ、あれが早く利益につなげられるのかが気になりますよね。開発元の NTT は ION の中核を担い、 PEC2 を導入することで回線やデータセンターの電力コストを下げ、同じ設備でより多くの通信量を扱えるように工夫しています。その結果として、ネットワークの付加価値やデータセンターサービスの単価が上がり、研究費の回収もスピードアップする見込みです。同社の ION 構想や PEC2 の開発をリードする中で、その実現を支える重要なパートナーが存在します。まず、新興電気工業は CPO モジュールの実装や有機基板の分野で大きな役割を果たしています。スイッチ付近で光と電気を変換する新しい仕組みが量産に入れば、高付加価値の基板と組み立ての両方で数と単価の伸びが期待できそうですね。こうした基板や実装の進化を支えるためには、周辺部材や高度な配線技術の存在も不可欠です。そこで注目されるのは住友電気工業です。住友電気工業は外部レーザーや光配線の技術力に強みがあります。高出力、高効率な光源や二次元ファイバー配列といった製品は CPO の普及が進むほど出荷数も増加します。また、企業ごとの貢献度はデータセンター投資の波に合わせて変動し、特に早く量産ジグや検査体制を整えた企業ほど先行メリットを得やすい状況です。これらの動向をもとに考えると、今後どのような影響が出るのかイメージしやすいですね。これまでデータセンターは電力の上限がボトルネックでしたが、
近接した光通信で IO 喪失が減る分、同じ電源で扱える AI ジョブの数も増えます。電力効率が上がるとトータルコストは下がり、ハードウェアの更新サイクルも短くなります。その結果、 CPU を軸にした部材や実装の売り上げは新規データセンター建設、基礎施設の刷新どちらのタイミングでも伸びやすくなるでしょう。一方でリスクにも目を向ける必要があります。標準化の方向性や企業間の総合運用性、量産体制の不止まりや熱設計、さらには供給網の逼迫といった課題が大きいです。競合となる別方式としては、高効率なプラガブルやオンボード型の光モジュール、線形駆動の光伝送技術などが挙げられます。また、大規模な案件が特定のタイミングに集中すれば、四半期ごとの業績が大きく触れる可能性もあるのです。こうした前提を踏まえて、あなたは今どの KPI が重要だと考えますか？最後に、データセンターやネットワーク機器の省電力化、高密度化を実現する CPO と DEC2 の最新動向について3つのポイントに絞ってまとめます。まず、機器同士の距離を短くし、光で直接つなぐことで、これまで以上に少ない電力で大容量通信を実現できるようになります。次に、近接配置と CPO 技術を組み合わせることで、冷却効率とシステムの安定性を高めつつ、配線の混雑も解消される見込みです。最後に、関連する要素が揃い始め、2026年には商用導入が現実的な段階に近づいてきました。つまり、従来の配線方法を新しい接続方式に変えるだけでも、消費電力や設置密度の課題を乗り越えられる可能性が広がっています。今後も業界の動向や新しい技術発表を継続して注視していきたいですね。ご意見やご自身の職場で感じている課題などもお気軽にコメントでお知らせください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。